こんにちは、ゆうかです。今日は東京の上野公園近くの RV パークにやってきました。4月初旬、絶好のお花見シーズンということで、明日はぼっちで桜を見に行こうと計画してるんですよ。やっぱどのサイトを見ても上野公園の桜は結構トップの方に出てくるんですよ。上のランキングだったんですよね。写真とか見てもすごい綺麗だったんですよ。でも毎年桜よりも人の方が多いんじゃないかってくらい混むらしいので、今日は近くで車中泊したいと思います。東京に RV パークあるのってめっちゃ珍しいんですよ。そのせいなのかめちゃくちゃ混んでいて、周りがねキャンピングカーとかで賑わっていて肩身が狭いです。なので私はサンシェード全閉めで引きこもりモードで今日はお届けします。私人生でお花見ってあんまりしたことがないんですよ。だから今日はね練習ってことで前日リハも込めていろいろ準備してきました。ということでじゃん、全部100均なんですけど桜の飾り付けを買ってきました。これだけで満足しそうなくらい綺麗なんですけど、これはリハーサルです。今桜がすごい綺麗だから私もお花見に行きたいなと思って想像してたんですけど、周りの人は多分大人数じゃないですか。私だけ一人じゃん。だからどういう風にお花見しようと思って、今日はねその練習も込めて車の中で車中泊お花見をしたいと思います。とりあえずこの辺に桜の木を作りたいな。うまくできるかは分かんないですけどね。ここのボードの穴にぶっ刺していきます。入んないな。でも入る。おー、ちょっと待って、これでも結構可愛いんじゃない今日はね偽物の花でやってるんですけど、明日はしっかり上野公園の本物の桜をお見せしますよし。でも偽物の花も結構可愛いな。これとこれが薄いお花だからちょっと濃い桜も入れてみよう。めっちゃいいんじゃないこれ。可愛い。偽物の桜のいいところは一年中お花見ができるところですね。可愛いなこれ。しばらくこのままパパクリッパー置いとこうかな。オッケー、完成。じゃん、できました。ちょっと桜を増やしてここにランタンを置いて夜桜っぽくしてみました。めっちゃ可愛くない？本当に桜が咲いてるみたい。今日はねライトを持ってきたのでライトもピンクにしちゃいます。すごい、めっちゃ桜。ということで無事に車内に桜も咲いたということで、これから夜ご飯クッキングに入りたいと思います。今日の夜ご飯は鍋にしたいと思います。今日日中も撮影してたんですけど、外撮影でめちゃくちゃ寒かったんですよ。一日中外にいて冷え切ったので、今日はね温まりたいなと思ってお鍋にしました。今日の食材はこんな感じ。さっき上野の方にあるスーパーで調達してきました。なぜか白菜がなかったので水菜にしました。水菜もねきっと美味しいはずだから大丈夫。いつもお鍋は白菜入れるんですけどね、今日は初挑戦です。それじゃあお料理を始めていきたいと思います。まずはネギからいきましょう。やばい、鍋久しぶりに作るんだけど。お花見といえば私小さい頃に家族で地元の掛川にお花見に行ったことあるんですよ。その時にね家族とあといとこたちみんなで行ったんだよね。結構大人数だったんだよね。でいとこのお父さんとうちのお父さんがビール飲んでたんだけど、その頃はねお花見の良さというか、ビールの良さも知らなかったし、何が楽しいんだろうなって思いながら見てたんですよね。子供の頃はあんまり楽しめてなかったんですけど、こうして大人になると一周回ってすごいしてみたくなりますよね。それじゃあ次はえのき。やばい、すでに鍋がパンパンになってきたぞ。しいたけさんはこういう感じにしてみようかな。いいじゃん、なんか高級そうじゃない？よく高級なしゃぶしゃぶとかすき焼きでさバッテンにするよね。知らないけどイメージ。でもこんな私がお花見楽しみになるなんて
これが大人の階段上り下りするってことか。いや、降りてどうするんだよ。でも確かに今もし休みがあってお花見か遊園地どっちに行きますかって聞かれたら、多分私お花見選ぶな。昔は絶対遊園地だったんですけどね、年々体力がなくなっていってるのでね、迷いなくお花見を選びます。よし、できました。あとはここにお肉を入れて完成です。それじゃあ具材を火にかけてしばらく煮込みます。ポータブル電源の減りが早すぎてもったいないので、煮込んでる時は電気を落としたいと思います。鍋ができました。オープン。おー、見て見て、めっちゃいい匂いする。おー、すごい。今日はね、豆乳鍋にしました。見て見て、お皿も桜のお皿を買ってきました。めっちゃ桜があってテンション上がるな。よし、それじゃあ桜を見ながらいただきます。めっちゃいいなこれ。美味しすぎるこれ。あ、そうだ、大事なこと忘れてました。じゃん、ニューアサヒスーパードライ。それじゃあ乾杯。いや、これは違うんですよ。このニューアサヒスーパードライがあまりにも美味しそうすぎて、スーパーでつい手に取っちゃいました。あ、このアサヒスーパードライの桜じゃないので大丈夫ですよ。ご安心ください。子供の頃はビールの美味しさを知らなかったんですけど、大人になってこうしてようやく気づけました。遅咲きです。お花見はそのさっき話した家族で行ったのが最初で最後くらいだったんですよね。でその時ね、一緒にいたいとこがアミって言うんだけど、この間ね、アミが気を使ってなのか急にね、ゆかねえね遊ぼうって LINE してくれたんですよ。だから久しぶりにアミと遊んだんだけど、お姉ちゃんも合流して3人でね、人生ゲームをやったんですよ。人生ゲームね、めちゃくちゃ楽しかったんだけど、私大負けしてしまって70万負けしたんですよね。現実ではそんな借金背負わないように生きていきたいな。今ちょっと節電のため車内の電気を暗くしてます。でもなんか逆に夜桜っぽくていい雰囲気ですね。パパクリッパが最近帰ってきてめちゃくちゃ使うんですよ。だからね、ポータブル電源の減りも超早くて、でこの間ね、車中泊もしたばっかりで結構走ってはいるんですけど、さっき見たら残り 33% で、いや私電気使いすぎてるな。今日もね、切れるのが怖いし、もうお酒を飲んじゃったのでこの後は走れないので、ちょっと節電しながら行きたいと思います。あ、そうだ、今日はね、グラスも桜グラスを買ってみたんですよ。いつもイヤーのグラス自分で作ったやつを使ってるんですけど、今日はね、お花見だから特別に買ってみました。お、ぴったり。パパクリッパの車内結構可愛いんですけど、このね IH コンロだけ、これ実家から持ってきたやつなんですけど、色も黒だしちょっと浮いてるよね。なんか Amazon で見たら、このアイリスオーヤマの白くてちっちゃい IH コンロがあったんだけど、それとかすごい似合いそうだよね。買い替えるか悩み中です。あとね、収納も結構あるんだけど、私あんまりうまく使いこなしてなくて、整理整頓が苦手すぎて物の住所がまだ決まってないんですよ。だからそういうのも整理してパパクリッパをね、もっと快適にしたいんですよね。あともう一つ考えてるのは、ここの車の後ろにプロジェクターとかつけても良さそうですよね。でもこの車はね、軽だからスペースが狭いんですよ。つけたいけどちょっとスペース的に無理かな。
今それもね検討中なんですよね。この鍋みたいに詰め込みすぎると良くないですからね。パパクリッパってよく入院してるじゃないですか。その理由がこの車内をアップデートしてるからなんですけど、このアップデートしてる様子って皆さん気になりますか？これからもし例えばプロジェクターつけたりとか、ここ変えるよっていうところがあったりしたら、皆さん変えてる最中とかって見てみたいですか？もし見たい人が多かったら B ステージさんと相談して、そういうのも撮ってみようかなって思ってます。それじゃあお鍋ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。ということで最後はあれを入れちゃいます。それじゃあ締めのうどんを豆乳鍋に投入。やっぱ鍋の最後は麺だね。お腹いっぱい。今日車中泊している理由は、明日上野公園に人がごった返す前に行きたいっていう理由もあるので、明日はね寝坊しないように早起き頑張りたいと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。今上野公園に向かって歩いてます。上野公園にお花見予定の皆さんごめんなさい。上野公園に雨女が上陸しました。今日ももちろん雨です。しかもめっちゃ強風なんだけど。今日の朝は1回5時に起きたんですけど、もう気持ちよすぎて二度寝しちゃったんですよね。だから若干寝坊しました。いや今の気温がちょうど良すぎてすごい快適なんですよ。逆に車中泊向いてないかもしれないですね。寝すぎちゃう。ここまで歩いてくるときにちらっとこの辺の駐車料金を見てみたんですけど、30分800円とか書いてあってめちゃくちゃ高いですね。パパクリッパこんなとこで1日止めたら破産しちゃう。今上野公園に入ってきたんですけど、不忍池の方から来たんですけど、桜通りが向こうの方にあるんですよ。なので今から歩いて向かいたいと思います。でもすでにあっちの方とか桜がすごい綺麗なんですよね。屋台も結構出てるんですけど、なぜか全部閉まってますね。なんでだろう。雨だからかな。いろいろ食べ歩きしたかったのに悲しい。私もこういうとこでキッチンカー出してみたいな。うち LINEPay 使えない。負けた。しばらく歩いたら屋台やってるとこありました。これこそお花見ですよね。じゃん、焼き鳥ゲット。やばい、傘さしながら食べ歩き難しすぎる。ちょっと想像してたお花見とだいぶ違うんですけど、でも屋台やっててよかった。うまっ。メインの桜通りまであと長い階段があるんですけど、もう少し歩かないと着かなそうです。今はねお花見というか、目の前には落ち葉とかが広がっています。全然お花見じゃねえ、葉っぱ見ですね。メインの桜通りにやってきました。長い階段を頑張って上がってきました。めっちゃ綺麗。今日は風が強いんだけど、逆に桜が散ってそれもすごい綺麗です。ここではシートを敷いてお花見するのは禁止みたいです。私お花見ってシートを敷いて大人数でするのを想像してたから、絶対浮くだろうなって思ってたんですけど、シート禁止はちょっとありがたいですね。一人でもそんなに浮いてない、多分。今日は雨が降ったおかげで逆にいつもより人が少なくていいですね。全然雨でもお花見楽しめる。子供の頃の私だったら絶対ぐずってたな。私も大人になりましたからね、全然雨でもぐずらないですよ。あとはビールがあれば最高なんですけどね。今日はさっき上野公園近くの30分800円もする駐車場に車を止めちゃったんですよ。
だから今飲んで8時間運転できないってなると本当に破産しちゃう。しかもね、最大料金もないんですよ。だから若干急ぎ目でお花見してます。ということで、念願の上野公園でお花見して車に戻ってきました。いやー、すごい楽しかったですね。あいにくの雨ではあったんですけど、焼き鳥も食べれたし、満開な桜を見れてとても大満足でした。ただ桜を見ながらビールを飲むっていう夢は叶わなかったので、来年ね、それはリベンジしたいと思います。この後は車を運転して家に帰りたいと思います。ついでにね、ポータブルバッテリーの電源も貯めていきたいと思います。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。見て、今日の服も桜色にしたの。見て見て、めっちゃ可愛くない？100均にこんな可愛い桜のシマエナガあったから買っちゃった。もし水菜にファンがいたら、そのファンの名前は水菜だよね。スプーンで頑張ってたんですけど、お玉入ってました。そんなことある？パパクリッパー意外と何でもあって便利なんだよね。